こんにちは。推し活楽しんでますか？ウイスキのりこちです。今回は物理的な推し活シーリングスタンプ会です。ゆるゆるおしゃべりしながら初めての電気炉を使って最終的にトラベラーズノートのタグをシーリングスタンプで作ってみる内容です。この間推し活のお友達から教えてもらったシーリングスタンプ用電気炉、先日ゲットしてついに使う時が来た。電気炉ってキャンドルを使った炉とどう違う？溶ける時間は？電気炉のメリットデメリット気になりますよね。あとはトラベラーズノートのよく聞くアクセサリー的なタグ、なかなかいいものが手に入らないな。限定のかっこいいおしゃれなレザータグは歴戦の猛者たちでないときっと買えないんだと思ってました。今回ちょっとダメ元で試してみたら、あれ？これはちゃめちゃに可愛くない？という自分好みど真ん中なタグが作れてしまったので、皆様に共有したいということで動画にしました。手帳 DIY については動画後半の企画なので、そこまでスキップしたい方は概要欄か固定のコメント欄にタイムスタンプを作っていますので、そこから飛んでみてください。この動画を最後まで見ていただくと、電気炉のいいところと気になるところ、シーリングスタンプを使ったタグの DIY 方法がわかりますよ。シーリングスタンプでやけどしにくい方法や必要な道具も解説していきますね。前置き。シーリングスタンプの使い道ってシールにしたりする以外にないのかと私も昨日まで悩んでいたんですが、今回いい案が爆誕しました。使い道悩んでいる方はぜひ動画後半見てください。まずは本日の目次です。1、シーリングスタンプを仕切りボックスで整理。 ASMR& シーリングスタンプ始めた頃の雑談のターンですね。2、電気炉を使って分かったメリットデメリット、溶ける時間は？ 3、トラベラーズノートのタグ用に加工してみるの順でお送りします。また今回使用したスタンプやワックスの Amazon の URL は概要欄にありますので、気になったら見てみてください。ぜひ最後まで見てくださいね。シーリングスタンプヘッドを仕分けボックスに入れる。まずは今まで適当に保管してたシーリングスタンプのヘッドと呼ばれる一番重要なパーツをセリアでゲットした仕分けボックスに入れて整理していきます。ここはゆるゆる ASMR 風に音声消さずに収録してみました。私のシーリングスタンプ歴だいたい1年と9ヶ月くらい、まだまだ生まれたての小鹿状態ですが、少しずつ集めてきたヘッド、こうした方が手に取りやすいよなと思って今回撮影しています。高さがちょうどスタンプヘッドにぴったりな感じで、よほどのことがなければ中でひっくり返ることはなさそう。セリアで買ったヘッドは厚みが少なめだけど面積があるのできっと大丈夫。見れば見るほど柄の好みが偏ってる。鉱石とか宝石とか多め。まあ推しの概念ですね。私が初めてシーリングスタンプアイテムを手に取ったのは東京池袋にあるフェアリーノートさんという実店舗でした。もうね、陳列棚上から下まで全部シーリングスタンプグッズ。やばく満たされるお店です。ちょっとだけ分かりづらい場所ではあるんですが、一度行けばその魅力の半端なさがお分かりいただけるかと思います。お店の URL も概要欄に置いておこうかな。そしてお店にはシーリングスタンプの始め方のチラシも置いてあって、何を揃えればいいか手取り足取り教えてくれます。まあ散財もしますよね。その後は慣れてきたら Amazon でアイテムを買うようになりました。ヘッドもワックスもだし、白、金、銀のマッキーも Amazon かな。探しやすいし、レビューを見ながら吟味してると時間も解けます。あとはロフトやハンズでも取り扱いがあったりするので、実店舗でこれいいじゃんって思ったものを最近購入したりしてます。次は楽器系の柄を狙いたいところ。さてシーリングスタンプヘッド詰め終わったかな。
電気炉を使って分かったメリットデメリット。溶ける時間は？今回ゲットした電気炉はこちら。 USB タイプよりコンセントタイプの方がパワーがあるみたいなお話をお友達から聞いたので、迷わずコンセントタイプを選びました。またオンオフのスイッチ付きがある方が便利だし、確かに。ひとまず電源入れて使ってみます。まずはひまわりの形をしたワックス7粒。予熱してない状態から完全に溶けるまで3分45秒くらい。次に温まった状態からスタートした肉球の形のワックス7粒は溶けるまで意外とかかって4分30秒ぐらいでね。ここまではワックスは手で入れてるんですが、やけどしたくないなとか、もっとスプーンの中の狙った場所に入れたいって時に手だと不便。ピンセット使ってもいいんですけど、思いついたのが別の熱してない状態のスプーンに一度ワックスを入れて、スプーンからスプーンに移し替えるのがとってもやりやすかったです。ワックスもいろんなサイズがありますが、米粒みたいなサイズの時とか特におすすめしたい方法です。熱いスプーンに入れちゃってから位置調整したい時ももう1個スプーンがあれば解決ですね。あとは録画してた記録を見ると、普通によく売ってる八角形タイプのワックスは5つで3分30秒ぐらいで溶けたかな。火を直接使わないので電気炉比較的安全な気がしました。デメリットになるのかな。電気炉使いをするとき、ワックスを垂らした後は小さめの布とかでスプーンを拭くのが必須っぽいってところかな。スプーンの裏側に垂れていたら拭ってから戻しましょう。私は捨てようと思ってた靴下を細かく切って使ったりしてます。トラベラーズノートのタグ用に加工してみる。でね、今回思いついちゃった企画が、トラベラーズノートと呼ばれる手帳の表紙のバンド部分にシーリングスタンプをつけるという DIY& 活用法なんですね。トラベラーズノートとは何ぞやという方に共有すると、トラベラーズファクトリーというお店から販売されている革の手帳の名称です。私はレギュラーサイズという縦長のものを使っています。だいぶ前なんですけど、スターターキットで購入しました。色はブルー。素材が革なので個体差結構あるんですが、そこが自分だけの手帳みたいに思えて愛着が湧くポイントだったりします。今回は手帳の中身じゃなくて外身を DIY していきます。トラベラーズノートは表紙にゴムバンドがあって、人気カスタムの一つにチャームやタグをつけるというものがあったりします。私はレザーのタグが気になってたんですが、なかなかインターネットの海では出会えず、今回はシーリングスタンプを作っていて、サイズいい感じだし、もしかして代用できるなと思って実験してみました。シーリングスタンプの左右にバンドが通るぐらいの穴を開けたいので、回転式の穴開けポンチ出動です。なんでこんなものが自宅にあるんだって思うんですが、前に手作りハンドメイドで使ってたんですよね。久しぶりに使う時が来た。これを使ってそっと穴を開けます。シーリングワックス固まってもカチコチってほどではないので、ほとんど力を入れずに簡単に開きました。かといって弱い感じでもなく、弾力がちょっとあったりするので、タグとして使って全然問題なさそう。いいじゃん。そしてゴムバンドを通して再びセッティングをして、あっ、逆さま。そっと直してきました。仕上がりはこんな感じ。めちゃ良きでは、冒頭でも言ったけど、はちゃめちゃにいい。トラベラーズノートの界隈の皆様におすすめしたいと届いて。本日のまとめです。今回はシーリングスタンプを仕切りボックスで整理、電気炉を使って分かったメリットデメリット解ける時間は、トラベラーズノートのタグ用に加工してみるという内容でお送りしました。トラベラーズノートのカスタマイズについては、ぜひ広まってほしい。自分の好きな色、好きな柄で作れちゃうので、手帳界隈の方にも見ていただけたらすごく嬉しい。穴開けカスタムは応用すれば自作アクセサリーにも使える予感。丸カンが通る感じでやってみるのも手ですね。念のために言っておくと、通常販売されているスタンプヘッドは
それを使ったアイテムの販売を禁止してたりすることもあるので、購入時にはチェックしてくださいね。あくまで自作、自分用で楽しんでいただけたらと思っています。今回も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたらとっても嬉しいです。このチャンネルういしきでは、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。